レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。陽介何どうしたお兄ちゃん。もういいや、お前今年もお祝い用のケーキ作ってるんだけどよ、デコレーションがうまくいかねえんだよ。お前これうまく飾り付けできるか？今年もまたこれケーキでかいけどさ、こっから出す方法は考えてあんの？いやー、今年は考えてあるぞ。お前だから今年もデコレーション頼むな。分かったよ。今年はじゃあ何からするの？まずお前見やすいように、めっちゃ光の強い照明の下にケーキ持って行って、この型にはまる気なんてない黒いクッキーをケーキに散らしてくれ。持って行って、こんな感じかな？いいじゃねえか。じゃあお前次はこの瓦礫みたいになってるクッキーの上にマントを羽織った勇者のマジパンを置いてくれよ。こんな感じ。いいな。最高じゃねえか。じゃあ最後はまばらになるように生クリームを塗ってくれ。まばらに。生クリームの下から黒いのが見えるようにな。こうしてこうして、これでどうだ？完璧じゃねえか。お前これこそが俺が思い描いてたケーキだ。やったね兄ちゃん。じゃあ早速今年はね、梱包して持っていこう。梱包の箱はあんの？ないわ。ないのかい。今年もこうなるのかい。またみんなを呼んで食べれば大丈夫でしょうね。じゃあ大丈夫かこれ。いいですよ。気分転換に掛け声をしてください。気分転換。そうだな、さすがにちょっとへこんだぞ。じゃあな、お前手伝ってくれた俺だ。陽介、今日の掛け声はこれだ。あいああい。あいああい。わかったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。なめてんのかよ。アニバーサリーだろ。スパイエアマサラカスパイエアマサラカそれ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしてきます。正解です。正解です。悩んだよ。だから正解ですが去年も同じお題が出ていました。で、なんと自分は間違えたでしょうか。問題です。いや俺はゼログラビティかエロソサエティかで。エロソサエティって自分は間違えたと思う。去年は。今出てきたのはそのインタビューだから、そっちなんじゃない？去年の陽介くんはこう答えてました。マジマーガリン。何にも合ってない。何にも合ってない。マジマーガリン。何も合ってない。何にも合ってない。そうなんですよ。今日6月9日、スパイア結成日です。はい。あんまね、陽介には関係ないと思うんだけどね、結成日はね。まだ21年前。そうですよ。2005年6月9日に結成されたので、今日で結成21周年です。時間帯が変わって新しくね、スパイアのことを知ってくれたリスナーさんももしかしたらいるかもしれないので、オリジナルメンバーの健太さんがどんな風に結成に至ったのか改めて今回このきっかけに教えてください。いやでもまずびっくりしたのが、陽介何歳？ 27、もうすぐ28。小学校入る時に俺らバンド結成したんだと思ってさ、スパイエアを。確かに。ってことでしょ。陽介6歳の時に小1だね。小1じゃん。やばいな。でも小1から俺でもギター始めた。おお、いいじゃないですか。じゃあもう21年じゃない。もうすごいですね。今やってないけどね。いやでももともとはユージがやってたバンドがあって、今ギターのユージが違うバンドをやってて、で僕ともみけんとあと全ボーカルの池がまた別のバンドをやってて、3人は一緒。そう、3人は一緒のバンドをやってて、でそこが多分ね18歳とか19歳だったかな。なんてバンド名だったっけ？なんか
うちはその当時がザキっていうバンドで、ザキだ。そうでユージが仏心っていうバンドやってたのそうでそこで18か19の時だったかな、仏心そうまあ出会って対バンとかで、まあそれぞれの、バンドがこうやめるかもってなったタイミングで僕らがでもユージってギターいたよねみたいな、すごい良かったよねっつってユージと一緒にやらないかって言って20歳の時にスパイを結成したっていうのが最初の流れだね。そうだからまあ対バンしてた相手とじゃあそのザキのギターが抜けたってこと？そうなるほどね。いやでもねその当時すげえおもろかったのがなんかこんなことあるんだなと思って、でなんかさこのバンドが解散していくさ、雰囲気手前の雰囲気ってさ、独特じゃんあるね。こうなんかなんだろうすごい全員のそのコメントというか話とか挙動とかを探りながら、そうだね、こうこれ言うべきそうあるじゃん。でさその練習スタジオ終わってその当時ザキの時ね、そのギターがまあてか全員がこう違う方向に帰っていくじゃん。じゃあお疲れってバーって帰ってったらそのほんと数分後に要はギター以外の3人がふわってスタジオ戻ってきたわけ。だよねみたいな、このタイミングだよねみたいな、どうするみたいなそうだよねっつって、これは一回解散しますかみたいなそうでなったのすっごい覚えてて、でその時の流れででもギターいなかったらどうするみたいな、いやでもユージってすごい良かったよねみたいな、電話しようっつってもみけんが電話した。そうユージに解散してた。いやユージも多分その時にその自分のバンドの仏心がどうなるか分かんないってなっててでも解散はほぼもう決まってる、その決定はしてないけど、もうメンバーの中ではもうこれ解散だなみたいな空気感になってるみたいな時だったと思う多分。そうっていう流れでしたね。いろいろありますよ。そっからもう21年経ちましてね、陽介が入ってくれて今のスパイアになってるって感じですね。メッセージもいただいてますよ。ラジオネームシーナさん、6月9日火曜日、スパイア結成記念日おめでとうございます。ありがとうございます。常に今が一番かっこいいを更新し続けてくれるスパイアは私の自慢のバンドです。さらにパワーアップしていくメンバーの姿が見れるのを楽しみにしています。21年目のスパイアも全力で応援していきます。大好きです。ありがとうございます。嬉しいです。本当にね、本当に僕もそのね途中加入ですけど、本当にその歴史をね深く愛してくれた人たちがいたからこそ今歌がね歌えてるのでね、本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。そんなアニバーサリー、アニバーサリーラジマンダリよろしくお願いします番組では皆さんからのメッセージ、まだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでサムライハートニューバージョンでした。それではここからはこちらお送りします。実況大賞発表会。イエイ。今から僕たちが X でハッシュタグバサラカをつけて実況してくれたポストを対象に独断と偏見で実況大賞を決めていきます。実況大賞の対象となるのは5月の放送分、5月5日、5月12日、19日、26日、4回分ですね。それでは早速5月5日の対象から発表します。じゃあ僕からいきますか。5月5日の放送は服へのアドバイスや友達の話ではショップでインナーと言って訂正された話、指導訓練士の試験勉強するために集中力を維持する方法を話した回でした。そんな5月5日の実況大賞はルナさん。ゴールデンに昇格してから普通に喋ってんなと思ってたら後半差し掛かったらなんか怪しいなおめでとう。ありがとうございます。いやこれはねなんかあるよね。でなんかねでも言うてゴールデン感を感じてるのって、本当に FM 福岡さんにお邪魔したタイミングしかないよね。そうだね。でも1回やった？ 1回やったね。でもそのなんか1回しか行ってないから、変わんないんであんまりなんかね、まだ実感が湧かない。確かに。だからちょっといいタイミングでまたね生放送やりたいですね。そうだね。そのタイミングでゴールデンをまた再認識して、そうね。だからそれまでは深夜テンション変わらずにこうまた戻ってっちゃうからね多分ね。
さあ続いていきます。はい、5月12日の実況大賞です。はい。5月12日の放送は陽介くんが期待外れのタンプレを健太さんに渡したりあ、じゃあ時期外れ。時期外れ、期待外れ。期待外れ。いや、期待外れではなかったよ。なかった。大丈夫。期待外れではなかったから大丈夫だよ。女性2人男1人のグループで飲んでて、女性の1人から付き合ってみると提案された悩みに答えた回でした。そんな5月12日の実況大賞は花アットマークバーナーさん。タンプレで笑ってたら自分のメール読まれてびっくりしたわ。そして実況大賞でびっくりしろ。イエイ。おめでとう。おめでとうございます。そうね、さらに実況大賞まで行って、さらにちょっとびっくり、びっくり仕掛けのサプライズですね。今回大賞に選ばさせていただきました。おめでとうございます。そして、次が5月19日です。5月19日は中二病気質の友達が自転車でデパートを目指した話や、管理人さんと話すのが大変という悩みに答えた回でした。そんな5月19日の実況大賞はみまさん。我が家のキュウリよく食べられてるんで多分かっぱいます。小6の。かわいい。かわいい。ちょっとね、選んでる時になんか面白いのないかなって選んでたんですけど、パッて見たらかわいいってなったんで、大賞です。おめでとうございます。続いて5月26日の実況大賞です。5月26日の放送はツアーの感想をたくさん紹介したり、合唱コンクールで聞き間違えた友達の話や、笑点が好きな趣味が周りの人と合わないという悩みに答えた回でした。そんな5月26日の実況大賞はアンナですさん。ちょっとあなたソーセージふはははは。おめでとう。これはですね、ボインボイン兄ちゃんの僕の正解はちょっとの差なら OK ですというワードに対して僕があなたソーセージふわは。どういう聞き間違いっていうか、母音全く合ってないやんっていうね。合ってないけど、なんかそのね、字面で見たときは面白いなと。確かに面白かったですね。いや、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。はい。選ばれた皆さんにはバサラカスタッフから X の DM で後日連絡をしますので、スパイのバサラカの公式 X をフォローして DM を送れるように設定しておいてください。お願いします。今月の放送も実況大賞やっていくので、引き続き皆さんハッシュタグバサラカでポストお願いします。以上、2026年5月の実況大賞発表会でした。スパイアのバサラカ。お送りした曲はクリスタルキングで大都会でした。なんでなぜですか。急にね、聞きたくなるじゃないですか。いや、それじゃあ私物化しないでください。ラジオ公共の電波です。はい、続いていきましょう。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩みいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームわもいさん。はい、ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。仕事で心が折れそうになってるので相談したいです。もう急に重いね。私は現在大都会とかかけてる場合じゃないよ、本当に。いや、大都会でもまれてんだよ多分。私は現在チームをまとめる立場にいるのですが、最近職場で人間関係のトラブルが続き、次々に人が辞めてしまっています。辞めていってます。いつもならまあなんとかなるでしょうと前向きに考えるのですが、立て続いている以上どうにかしなきゃと頭を抱えています。自分も不安なのですが、チームの他のメンバーが人が減って不安になってしまわないように、自分の不安をうまく隠す方法があれば教えてほしいです。だから不安になってる自分を見せないってことだね。いや、見せていいんじゃない？そうだね。それでなんかなんだろう、強気にさ、わしについてこいみたいなさ、感じになった方が、やっぱこの温度感無理だわ、俺もやめようみたいなさ。いやなんでよ。でもワモイさんが別にね、そもそも多分会社の経営者ではないから、そうだね。そこまでこう、その自分が気張らなきゃって思わなくてもいいとも思うし、その人間関係のトラブルが気になるけどね。そうなんだよ。そう、何があったのっていう。何で辞める？そう何があったら辞める？でも今さ、そもそもが多分さ、この転職活動をして給料を上げていくみたいな、まあ風潮はあるよね。じゃん。だからもうみんな多分言ってると思う。これは会社のそういう立場の人たち、みんな結局辞めてっちゃうみたいな。で転職して
自分の給料が上がればいいやって多分思ってる人たち多いと思うから、まあ、それはもちろんいいんだけど、それでも、でもみんな抱えてるだろうなと思うね、この悩みは。確かにね。そうだから結局多分なんかさ、俺これも思うんだけど、転職でこう自分のさ給料上げてくってさ、もちろんそのタイパコスパ的にはすごくいい方法じゃん、時間も短いし、でもさ信頼を勝ち取るっていう意味ではさ、マジで効率悪いよね。その現金は受け取れるけど、でもなんかその経営陣もその考えになってんじゃない？いやだからその考えになってるから、多分その転職を繰り返してない人、要はその会社でずっと長年勤めてきてる人って、まあもしかしたらワモイさんもそうかもね。そうよりなんか価値が上がるっていうか、まあ信頼感はある。そうだから結局さ、その転職で給料上げた人たちってさ、その自分が転職できるうちは花だけど、それでめっちゃスキルある人だったらいいよ、もう自分でも起業できる、自分でも売り上げを立てられる人はもうそれでいいと思うんだけど、価値があるから、それに属さないとダメな人、そう属さないとダメな人って結局30、40になってさ、転職先がなくなるわけだ結局。まあね、本当にその場合ね、そこでずっと頑張ってスキルをさ、磨き上げればさ、なんなら経営もできたりするし、確かに。まあでも、どうなんだろうね。その業種にもよるんじゃない？その転職する業種。まあそうだけどさ、でもそもそもの根本の考えが自分の給料を上げるためじゃん、あれって絶対的に。まあね。なんかどうなんだろうね。自分の知見を広げるとかさ、そういうのだったらいいけど、全然、まあ振り幅を広くする。そうでもそれもさ限界があるじゃん、多分。ある。20代、30代半ば超えてきたらさ、こいつ転職するんだろうなって思ってるやつに給料渡さないしさ、やっぱり。結局それ頭打ちになって、その転職を続ける給料の上げ方で月収100万までいけるんだったら俺いいと思うんだよ、それはすげえ、もうそこ100万のところ来た、ここで働くはありだと思うけど、行かないじゃん絶対に。まあね、でそれで信用も勝ち取れてない会社で働いてポンポン辞めちゃうとそれは難しいかもね。そう本当やっぱ10年ぐらいちゃんとそこでトップに立って、そこから転職とかはまあそれはもちろん全然ありだと思うけど、なんかこの風潮どっかで途切れるぜって思っちゃうんだよね、この転職の連鎖みたいな。まあ管理できなくなるだろうね。いやできないと思う、システム的にもさ。そうで経営陣が多分なんていうの諦めると思う、なんていうの、もう育てようとか思わないから。確かにアルバイトみたいな多分感覚になっちゃうんだよね。育てがいがなくなっちゃうよね。これでまあどうなんだろうね。それで企業が賃金を上げるっていうあれをしてるわけでもないわけじゃん。そうね、それはそうだね。いやだからでも結局そういう人たち、信頼を勝ち取った人っていうのが最終的にはやっぱ報われる世の中だと思うから、俺はね、どちらかというとその見てる人は見てるから絶対に、そうだからそういう意味でもワモイさんみたいな人はすごい重宝されると思うから。そうね。でもなんかやっぱやっぱ大都会に多いよね、こういうねすごい大都会かけたことが正義みたいにしようとしてる今。いや今はそう大都会にかけたけどでもなんか、俺やっぱ言うても俺福岡出身で地方じゃん、だから、それこそまあこっちに住んでる福岡の地元の友達よく遊ぶんだけど、最近そいつが地元で結婚式行ってたらしくて、でもやっぱ話聞く感じ、大体やっぱみんなね家庭を持つのが早いんだよね。まあそうだね。だから、そういうなんていうのかな、自分一人よがり、まあ言い方あれだけど自分のためのね、自分のための行動でそうするのはない気がする。なんかもう本当にその前にそうだから板前修行してやっと店出す、そういう感じのはあるけど、なんかそこがねやっぱこの晩婚化のこの日本の社会が生んでる、だから日本の社会がこうなったから、まあ、こういうことはなるよねっていうふうには、確かにね。だってそうやってね、独身まあね、まあいろんな人はいるけれども、特に東京は考えたらさ、結婚の平均年齢はやっぱ遅いわけじゃん。そうだね。だからそれまでにこうなんていうの、男側もさ仕上げなきゃパートナーと結婚できないみたいな感じなわけじゃん。こんな物価高で家賃も高い、生活費全部高い、
だからそうなるよね。だからそうやって給料をまず上げる、まず上げる、はいはいはい、やっぱそこに目が行きがちじゃん。だから本質はやっぱもう見えづらくなっていくから、しょうがないっちゃしょうがない。ただそのやめるほどの人間トラブルってなんだっていうそこからまずは改善した方がいいのかもしれない、ね。そうだね。だからその職場内のそうね、成長してまず成長しないとまあでもね、うまく隠す方法っていうことなんですけど、まあ隠さないでもいいんじゃないと思うんでしょう。なんかね、もう不安です。不安もうねそういう人に支えたいって思うだろうし、だからさらに上司にね相談をしていけばいいんじゃないですか。この分散するとかね、この不安を。そうだね。でその不安を分散すれば、辞める側のだった人も、そのねやっぱ言うて一人間だから情とかそういう思いやりみたいな心はあるわけじゃん。だからそれでなんか一緒に協力しようという気持ちにもなるかもしれないし。確かに。まあ、ちょっと不安をね相談してみるのもありなんじゃないかなって、なんか隠さなくて、無理に隠さなくて大丈夫だと思いますよ。いやマモイさん頑張ってください。頑張ってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、キュアゾーン送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでジャスト役です2025よりバディです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。ということでメッセージもね読めてないのありますので、ラジオネームひきわり納豆マーゼマゼさん、ありがとうございます。よすけさん、けどさん、こんにちは。以前経輪部を目指していた中二病の友達の話をしたものです。健太さん、予想通り友達は今でもしっかり中二病ですさすが壁にもたれて広瀬香美を歌っていただきありますね。ちなみにみんな初めは何者かを目指すという話でしたが、その中二病の友達もアニメがきっかけでファッションデザイナーを目指し、最近その夢が叶い毎日楽しく働いてます。中二病も捨てたもんじゃないです。素晴らしい。イエーイ。いやまあでもそう中二病ってね、そのなんかさ、世間一般で言うとちょっとさ、なんか悪いイメージあるじゃん。なんかもちろん悪い中二病もあるんだけど、その中二病ってそんだけパワーが有り余ってるってことだから。そうだね。そうやっぱそのパワーがいい方に向いた時強いんすよね。そこに向かってまっすぐストレートにいけるからね。そうもう何の迷いもない。そう障害物があってもなぎ倒していけるパワーがあるからそう捨てたもんじゃないですよ。いやおめでとうございます。頑張ってくださいとお友達にお伝えください。そうだね、お友達なんで、そうということで、なんていうかお知らせものです。スパイア単独野外ライブジャストライクディス2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD 現在発売中です。そして今年のジャストライクディス2026は、日本と韓国での開催です。Day1 の韓国は9月5日土曜日キンテックス第2展示場公面広場、Day2 の日本は、9月26日土曜山梨県川口湖ステラシアターです。よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。